こんにちは。M&M デザインの吉岡です。本日はですね、じゃん TS の F1740S、 これの詳細というか、これ定価1万6000円のベーシックなスピーカーなんですけど、この詳細をいろいろコンピューターでインピダンスカーブを測ったり、そういうのもやりながら説明していきたいと思います。でですね、付属品がざっとこんな感じで、カプラと、これもカプラです。ショートカプラですかね。これトヨタの多分ツイッターのところのショートカプラなんですけど、これはですね 1740S しかついてなくて、もう一個下のグレードの1000円違いの16センチの方にはついてないです。これ注意しておいた方がいいかもしれないですね。あとツイッターのブラケット、これもトヨタにはちょっとつかないんで、前回プリウスとかでステー作って小加工でつきますというのをやってますので、見てみてください。これも多分ツイッターのなんかブラケットみたいな感じだと思います。でこっちはこれを貼り付けるためのブラケットっていうか、両面テープですね。でこれはね全然必要ないです。これちなみにスピーカーの説明書にこの裏に貼っつけてくれって書いてるんですけど、僕がよく言うようにスピーカーとバックの間何も入れない方がいいんで、これは貼らないでください。僕の意見なんでメーカーとしては貼ってくれいうことなんですけど、僕は音悪いと思うんで貼らない方法がいいと思います。あとこれはカプラを保護するもんというか、音鳴り予防するもんで貼るような感じですね。これもツイッターの、これのつける台みたいな感じですね。それとインシュロックと取り付けのネジがガタガタっといっぱい入ってまして、であとパッシブネットワーク、超簡単なパッシブネットワークですね。それとこれがですね、ホンダ用のインナーバッグ、プラスチックのインナーバッグももうすでに入ってるという超得ですね。これは多分ですね、トヨタ日産用のプラスチックのバッグ、あとミッドベース17センチの一応ミッドベースとツイッターという形になります。ツイッターの説明というか、ツイッターの寸法とかから測っていきましょうか。外径がですね42パイ約で、奥行きというか、この1段目の段になってるとこまでが15ミリぐらいですね。ざっくり15ミリです。このドームどういう構造でできてるかっていうのを見ればですね、29ミリバランスドームダイヤフラムということでカタログには書いてるんですけど、リングドームみたいな感じで真ん中が動かず縁が動くというか、縁がコーン紙で真ん中動かない、広域が出るようなツイッターに構造になってるんじゃないかと思います。ブラケットなんですけど、一応これですね、こうちょっと持ち上げて、こうスプリングになってるんで、ちょっと持ち上げながら動かすというか、こう引っ張りながら動かせばこう角度調整ができるという、こういう真上みたいな、だいぶ角度上ですけどね、からこうちょっと下まで、可動範囲狭いんでこんなに使うことないんで、だいたいもうこれで固定やと思うんですけど、多少動きます。一番上向いた感じがこんな感じで、一番下正面自分の方を向けたらこういうような形で角度が変えれるという感じです。ミッドベースの説明なんですけど、コーン紙のエッジからエッジまでが 138.6 ミリ、17センチって言われてるんですけど、だいたい17センチってどこを測ってるのかよく分かんないというか、これは約140ミリだったんですけど、メーカーによってここのコーンの中で言うてるとこもあるし、外で言うてるとこもあるし、エッジの外で言うてるとこもあるんで、16センチ17センチという定義が全く顔での場合ないんで不明なんですけどね、ちょっと疑問なところです。そしてですね、奥行き高さなんですけど、埋め込み寸法か、
め込み寸法はですね 53.8 ミリですね。ちなみにもう1種類これと同じシリーズで TS の F1640S っていう16センチって言われてる分があるんですけど、それは奥行きがですね45ミリしかないんで、ほとんど寸法的に一緒なんですけど、音的にはこっちが 53.8 ミリなんでちょっと深いんですよ。この辺の深さやったら取り付く車とか車でつくとかつかんとかほとんど関係ないんで、できたらこっちの方がコーンのストロークがこっちが多分多いんで、こっちの方が音はいいと思いますんで。フレームはですね、これプレスフレーム、鉄のプレスフレームやと思いますね。これで生産国はメイドインベトナムですね。日本製じゃないですね。今安いスピーカーほとんど海外なんでベトナムでも問題ないですね。ここはスピーカー端子なんですけど、平端子の大きい方がプラス、ちっちゃい方がマイナスっていう形になります。で自分の方を向いて正面向いて右側がプラスで左側がマイナス、これはなんかねJISで決まってるみたいなんで、多分全メーカー日本製のやつは右左でプラスマイナスっていうのは向きも決まってるようです。コーン紙なんですけど、コーン紙はですねペーパーではないですね、紙ではないようでカーボンみたいに見えるんですけど、どうでしょう。防水的には全然これであれば全く問題ないんで、エッジもスポンジじゃないんで腐ることもこれ多分ないと思いますんで、これはパッシブネットワークですね。パッシブネットワークは基板じゃなくて直接コイルとコンデンサーを配線してこう中に入ってると。でちなみにちょっとバラした分があるんで、これがこの収縮チューブを剥がした状態。剥がしたらですねこういうような形になってまして、コンデンサーは 6.8 マイクロファラッドで、コイルはちょっと測ってみるのはわからないんですけど、構成としてはツイッターが12デシのウーハーが6デシで組まれてるという感じで、これけどすごいですね。普通はですねツイッターにアテネーターっていう抵抗をつけたりして調整できるようにしたりもするんですけど、大体もうツイッターには抵抗がつく場合が多いんですけど、これ多分このツイッターでの設計の段階から能率考えて作ってコストダウンのために抵抗を入れずにパッシブネットワーク組めるように設計してるんじゃないでしょうかね。パイオニアさんすごいですね。それではですねクリオっていう機械でインピダンス測定していきますんで、まずツイッターからいきます。スピーカーの端子をプラスマイナスつなぐと、これで5、こんな感じですね。 F0 がですねちょっと山がピークがマグネットが多分弱いんでピークの山がタッチが悪いというか、いいマグネットというか高級なやつはねガーンと立ったりするんですけどね、これ緩いですね。だからはっきり出ないですけど、だいたいこの辺が2.1 キロから2.4 キロぐらいですね。実際これ使える帯域としてはこの辺なんで、だいたい5キロ 4.5 言うたらちょっと厳しいかなっていう感じで、5キロから6キロぐらいがカットオフになるんじゃないかと思われます。こういうのをね測らないとツイッターの特性とかわからないんで、僕らは測りながらこれでクロス決めていったりとかいうのをやってますけどね。次に同じようにウーハープラスマイナスつないで測定しますね。このウーハーはですね F0 が 80Hz ぐらいですね。 80Hz でだんだん上がってちょっと、これ多分ここに山が2つぐらいあるんですけど、これはコーン紙の歪み共振じゃないかと思いますね。次にですねこれ Q も測定したいんで Q ちょっと見てみますね。
これで Q が出てきてですね、 Q が 0.82 ですね。だからこれはフリーエアでドアの中なんでほぼほぼフリーエアで使うんで 0.82 ぐらい正しい数字というか正解なホームオーディオのスピーカーであればこう Q がだいたいここが 0.4、0.5 ぐらいなんでボックスに入れて 0.7 とかに上がるとこなんでボックス入らないんでこれはこれで OK やと思います。測定でいけば F082.03Hz になってますね。で RE が 3.2 オームという形ですね。このインピーダンスのカーブ見たら分かると思うんですけど、ツイッターが5キロ6キロぐらいでカットオフさせたいんでいけばやっぱりちょっと中域が抜けるっていうか1キロから5キロぐらいがやっぱり再生が難しいっていうのがこれ現状ですね。2way の場合はもうほとんど高価なスピーカーでもやっぱり抜けるは抜けるんでおすすめはやっぱ 3way がいいんじゃないかと思います。まとめなんですけど16,000これ16,000のスピーカーシステムっていうことを考えたら頑張ってるなっていうか、パイオニアさすがパイオニアやなっていう感じで、ネットワークとかもミッドベースが6デシツイッターが12デシで組まれてると。ケンウッドとかはねミッドベースフルレンジでフィルター入ってないみたいなんでそういうのを考えたらやっぱオーディオメーカーというか、もちろんケンウッドがオーディオメーカーってじゃないとは言うてないんですけどハイエンドなものまで作ってるパイオニアよく考えられたスピーカーシステム16,000円でこれやったらいけてるんじゃないでしょうかね。次にですね第2弾というか視聴の方をしながらいろいろもうちょっと分析16,000円なんですけどここまでいけるっていうような分析やちょっとチューニングとかも考えてますんでまたよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また M&M チャンネル登録お願いします。